YouTube をご覧の皆さん、みつやです。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、今回ですね、フォワードファンといった技を解説していこうと思います。この技なんですけれども、一応スクイドインダストリーズの方で、イージーパントリックといった形で解説されてた技になっています。イージーというところで、やってること自体はすごくシンプルなことで、手のひらの上でコロコロと転がす技になっているので、簡単といえば簡単ですけども、若干慣れがいるような技にはなってますのでね、ぜひ練習してみてもらったらなというふうに思います。それでは最初にスローモーションの方を見てもらおうと思います。はい、スローモーション見てもらいましたけれども、すごくシンプルな技になっています。このように振った後の手のひらの上でコロコロコロと転がすような技になっていて、以前解説したことがあるこのパルムファンといった技ですね。手のひらの上でこちらも転がす技にはなるんですけれども、こちらは指先の方から手の手前の方に戻ってくるようなイメージなんですけど、こちらフォワードファンというところで手前側から奥側に進んでいくような感じの前進するような動きになっているので、フォワードファンといった名前になっていますね。パルムファンの時と基本的に似たような動きにはなってますけれども、若干パルムファンよりもこっちのフォワードファンの方が若干難しいんじゃないかなというふうに個人的には思ってますけれども、慣れればそんなに難しい技ではないのでね、ぜひ練習してみてもらったらというふうに思います。それでは解説を始めていくんですけれども、こちらの技をやるときはまずはこのように反対ですね、逆手で持つようにして始めた方がいいです。で、持ち方なんですけれども、ハンドルはこちらのセーフハンドルでもバイトハンドルでもどちらを持ってもできるような技にはなってます。ただですね、こちらのセーフハンドル持ってやった方がいいと思います。理由としてはこういう風にナイフを回転させていく技になるんですけども、この回転している時に、このセーフハンドル側を持ってやっていると、このね、ブレードに手が当たってしまったとしても、ナイフの背の方が手に当たる形になるので特に問題ないんですけども、こちらのバイトハンドル側を持ってやる場合ですね、見ての通り、もしこういう風に接触すると刃がついてる方が切っちゃうので手が切れちゃいますので、最初やるんだったらこちらのセーフハンドル側を持ってやる方がいいと思います。持ち方なんですけど、こういう風に持つと思うんですけども、イメージとしてはこのセーフハンドルがこの指の付け根に来るように、これぐらいのイメージですね。これぐらいのイメージで握るようにした方がいいです。こういう風に手のひらの中で握っちゃうと結構こういう風に後で回転をかけていくんですけど、結構動かしづらくなっちゃうので、この指の付け根から指先に向かってこれぐらいの位置でこういう風に握る方がやりやすいかと自分的には思います。このようにセーフハンドルを握った状態で、まずこのように持った状態から振ります。で、こういう風になると思います。で、このような状態になったら次に、この指全体、特に親指と人差し指でこのハンドルエンドを握ってると思うので、この状態からグイッと手首を傾けながら回してあげます。で、そうするとですね、こういう風にくる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 とナイフが前回転していきますので、これでこの技完成みたいな感じですね。で、くるくるくると回転してきたら、適度なところでこういう風に止めてあげたら完成となりますし、他の技につなげてもいいかとは思います。実際にやってみると、こうやって持った後に回してあげて回転しますので、このままこういう風にロールオーバーにつなげてもいいですし、止めてもいいような技になってます。で、これ以前解説したこういったね、パルムファンといった技があるんですけど、これもね、手のひらの上をこうやって転がす技になるんですけど、これの場合はですね、手をこういう風に手前から奥へ差し出すようなイメージで手のひらの上をこういう風にナイフを転がすといった技になるんですけど、今回は逆なので、奥から手前に手を引いてくるみたいなイメージですね。で、引きながらかつ手も少し立ってるよりかは寝かせるようなイメージで倒して、かつしかもこのハンドルエンドをですね、イメージとしては親指と人差し指でこういう風に握る状態からグリッと倒しながらグリッと回すようなイメージでやってあげると回転がつきやすいかなという風に思います。もちろん他のね、指でもこういう風に回転させてあげるんですけども、一番この親指と人差し指でクイッと回すのが回転がかけやすいかと思いますので、これを一気にやると手首を倒しながら他の指でも回しながら手を引きながら人差し指と親指で回転させるっていうのを一気にやるとこういう風に回転しますね。結構この人差し指と親指だけでクリッとつまんで回すようなイメージで回すだけでも結構回転はするかと、こういう風にですね
するかと思いますので、これをイメージしてね、コロコロコロってやってると、そのうちいい感じに回ってくれるかなというふうに思います。これ、イージーファンっていうことでね、初心者向けの解説っていうふうにしてるんですけど、やってること自体は本当にね、ただ手のひらの上を転がすだけという簡単な技なんですけど、慣れがいるかと思います。結構ね、上級者の方にも最初はこれ、難しいんじゃないかなと思います。自分も最初ね、見た時はなんか簡単じゃんと思ったんですけど、実際やってみるとちょっと、あれ結構難しいぞっていう感じでしたね。感覚がつかめたら全然そんなことはないんですけども、やっぱりちょっとすぐできるかと言われたらちょっとハテナかなと思います。もうこちらのパズムファンの方が簡単だなというふうに自分は思いました。あとやっぱりその使ってるナイフにもよるんですけども、ある程度バランスがいいナイフだったらこういう風に綺麗にこういう風な縦の T 字みたいな形ですね。T 字の状態でこういう風に回ってくれると思うんですけども、ブレードがめちゃくちゃ重かったり、ハンドルがめちゃくちゃ重いとバランスが悪いので、こういう風に回転している時にこういう風に回転じゃなくて、こんな感じ、若干いびつな感じでこう回転多分しちゃうと思います。これに関してはですね、めちゃくちゃ回転を強くしてあげると、こういう風に回転する時もあるんですけど、基本的にはやっぱり技術でどうこうっていうよりかは、ナイフの底はやっぱりバランスの方にね、依存しちゃいますので、それはちょっと自分がうまくできてないっていうよりかは、ナイフのバランスが悪いっていう風にね、解釈してもらったらなという風に思います。このね、T 字でよく回し方でね、こういう風に回すときにうまく回せませんっていう人が結構いるんですけど、それはその人の実力ももちろんあるかもしれないんですけど、基本的にはそのナイフのバランスが悪かったら、そういう風になりがちですね。ナイフのバランスがいいと結構適当にこうやってくる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 回してても、ある程度こういう風に綺麗な T 字型で回ってくれます。逆に言えば T 字型に回ってるっていうことは、このナイフはある程度バランスが取れてるナイフなんだなっていうのがわかるかという風に思いますね。なので、その手のひらの上でナイフを転がすといったイメージを持ってやってみてもらったらいいかなという風に思います。こんな感じですね。結構見栄えもいいですし、こういうね、回転をしますので、結構派手な技になります。結構フリースタイルでもアクセントになるのでいいかと思いますのでね、ぜひ使ってみてもらったらなという風に思います。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、フォワードファンについて解説をしていきました。初心者向けのすごくシンプルな技ではあるんですけれども、慣れが少しいる技になってます。その代わり見栄えはすごくいい技になってますので、練習してみてもらったらなという風に思いますね。はい、それではですね、今回こんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは。